スレートが太くて慣れも。ない英語使っちゃったけど、エキサイティングですね。いや、でもすごいリモートでワクワクしますよね。そうですねね。え。うん。ちょっと待ってもう、くださいね。画面共有がそうです。来ないぞ。うん。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、共有しないってあかんやろ。ちょっとお今ね、待ちくださいね。はい。あ、来たはい。来た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 。よかったよかった。ああ、よかった。いたかな？うん。来た来た来た。ああ、よかったよかっオッケー？たよかった。オッケーオッあオッケーですケか？皆さん見えてますか？すあ、ー。はい、オッごいな。ケーです。すごいすごい。今、5、60名の方がご参加いただいてるんですけど、いえいえ、参加100人者が100人超えてお、ますよ、100い今。ってます？マジっすあ、か？あ、余裕で。ほんとにすごい。すごいね。ありすごい。あがたい。りがとうございます。ありがとうごはい、ざいこんにちは、皆ます。さます。ん。こんにちは。はい。お願いします。こんにちは。あの、うん。参加者が100人規模で一気に参加すると、Teams の画面の共有がちょっと固まるんだねっていうのを私今勉強しました。はい。なるほど。ということで、はい。はい。運営の方から、チャットの方に案内が出てると思いますけども、このセッションは録画されていますよとか、ご注意事項がありますので、ご確認をお願いいたします。はい。ます。ということで、マイクロソフト365×パワープラットフォーム座談会ということで、お昼のお時間、皆様ご参加いただきありがとうございます。ありがとうございありがとうございます。はい。ますます。30分という MVP を集めて30分。っていう感じなので、はい、サクサクうん。と行かせていただきます。パネラーは、順番に自己紹介をしていきましょう。はい。どうも、山さんこと山田です。よろしくお願いします。株式会社 IC ソフトというところに所属しておりまして、愛知県某所から今参加しております。はい。マイクロソフト MVP、ビジネスアプリケーションズ、パワーアップスパワーオートメイトのカテゴリーですね、を頂戴しております。はい、ヤンマさんとお気軽に呼んでいただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。では、はい、リナタムでございます。よろしくお願いします。はい、株式会社ソントレードの CTO を務めさせていただいてます。はい、リナタムって名前が一番多分ヒットするんじゃないかなとよろしくお願いします。で、はい、僕は八王子からです。よろしくお願いします。はい。はい。では、次の方は、僕ですね。どうも、太一です。中村太一です。よろしくお願いします。僕の方は、基本的には365大好きおじさんという感じなんですけど、一応 MVP のカテゴリーが、オフィスアップスサービスって、M365 系と、あとビジネスアプリケーションズっていう、パワーアップスとか、このパワープラットフォーム系と、一応2つカテゴリーを受賞させていただいているってところで、今回の、テーマに沿った感じの、ダブル受賞なのかなと思って参加させていただきます。よろしくお願いします。はい。で、この方ですよ。皆さん、多分1回はお世話になっていることがあるはずだ。はい。ありがとうございます。100万回。言いづらい。平野愛です。よろしくお願いします。マイクロソフト MVP は、もう17年ほど連続で受賞させていただいていて、専門はシェアポイントをやってます。今日もちょっと30分という短い時間ですが、シェアポイントの観点も少し交えながらお話しできればなと思っているので、よろしくお願いします。はい。お願いしとます。お願いしいうます。365と、パワープラットフォームの MVPs で、テーブルトークをやっていきましょうという企画になっております。はい。で、冒頭に少しご案内したんですけども、参加者の皆さんはカメラとマイクがオンにできない設定になっております。はい。ですので、ご意見とかですね、ご質問は、チャットの方にじゃんじゃん送っていただければと思います。よろしくお願いします。いいですね。お揃いの背景と、戦隊みたいなコラボレーション。確かに。ちゃんとこう、はい。ね、みんなね、一応こうつけてるんで。はい。うん。はい。で、スライドの方にも、出しておりますけれども、リアクションですね。はい。多めにやっていただけると盛り上がりますので、ぜひ、ご協力をいただければと思います。はい。どうですか、皆さん。チャッあ、ト。すごいくださってますね。いや、いっぱいリアクションがいただいて嬉しいです。ね、ありがと嬉しい。うございます。そう、画面共有してると私あんまり見れないっていうね。そっかそっかそっか。はい。ではではでは、早速、もう筋書きのない、トークテーマみたいな感じですね。マイクロソフト365×パワープラットフォームで、皆さんの業務だったりだとかですね、こう何かしらを便利にしていければなっていうようなテーマで、はい、いろいろと喋っていただければなと思いますが、
で、早速何かご質問とかご意見ありますかって言っても、参加者の皆さん辛いと思うので、確かうんうん。に。そうですね。じゃあちょっと先に、山田から皆さんに、365と、パワープラットフォーム組み合わせて何かしようとかって結構多いと思うんですけど、初めての方におすすめ、ここから始めると入りやすいんじゃないかなとか、ちょっと何やったらいいか分かんないみたいな方にとって、ここからスタートすると面白いかもねっていうとこ何かありますかっていうことで、パワープラットフォーム仲間のリナタムさんからいってみますか？お、いきなり。そうですね。やっぱりなんすかね、皆さんマイクロソフトさんのお使いなので、多分シェアポイントとか、エクセルとかを使って、データとか管理すると思うんですけども、やっぱりシェアポイントリストですよね。皆さんいろんなシェアポイントでいろんなサイトを作ってると思うので、そのシェアポイントリストを使っていただいて、簡単な勤怠登録だったりとか、最近だと最近というかね、このコロナ禍だったので、それこそ体調が悪い時には体調が悪いよみたいなのすぐ押せるようなですね、パワーオートメイトのボタンを作ってあげるとか、そういったことをしてあげるだけでも、非常にいいんじゃないかなと思います。はい。そうですね。コメントでもシェアポイントリストからデータ作成するアプリ、自動生成ですよね。あれめっちゃそうですね。便利ですよね。自動生成もいいと思いますね。うん。はい。じゃあ、次は中村つながりで太一さんいきますか？そうですね。多分この3人、僕入れてなかった4人だと、多分昔からね、シェアポイント触ってた人だと思うので、その人間の目線だと多分、パワーアップスはもともと多分インフォパスの代替なのかなとか、パワーオートメイあト、マイクロソフトフローはシェアポイントデザイナーのワークフロー機能の代替なのかなって、多分ね、そういう目線でね、最初、だから5年前とかそのぐらい見てたのかなと思うんですけど、まさかね、その時にはこんな時代になるなんて思ってなかったっていうところはあるんですけど、そういう感じで僕も基本的にはシェアポイントの人間なので、シェアポイントのリストというか、マイクロソフトリストの方をデータソースにするっていうのがね、なんか委任問題やら何やらとかいろいろあるとは思うんですけど、一番手軽に扱えるっていうところと、あとパワープラットフォーム観点から言うと、僕はいつも言ってるのは、パワーオートメイトが一番小さな成功体験得やすいのかなと思ってるので、挫折しないで楽しく、長く使っていきたいなって思ってんだったら、僕はおすすめはやっぱパワーオートメイトのところから、まずは自分が楽にするっていうところの、なんか自動化するっていうところ、焦点にちょっと触ってみたらいいのかななんて思いました。はい、ありがとうございます。そうですね。コミュニティとか参加者の方からも、パワーアップス自由度高すぎて何やったらいいか分かんないみたいな確かに。方うん。いらっしゃって、そういう方に聞くと、パワーオートメイトって上から下にズドンと流れるんで、分かりやすいっては聞きますね。はい。では、愛さんいかがですか？そうですね。パワーオートメイトは、そう、今お話しされてたように、結構テンプレートがたくさんあるので、とっつきやすいっちゃとっつきやすいんだけれど、ただもうちょっとこういうの、ああいうのやりたいなと思った時に、結構つまずくポイントも意外とあったりするのがパワーオートメイトで。で、皆さんにまず入ってもらうといいかなと思うのは、やっぱね、なんだろう、楽しいなと思ってもらえるのが、なんか続く秘訣かなと思うので、うちでもパワープラットフォームの研修やってますけど、最初はあんまりね、変に連携させずに、パワーアップスだけで、なんかモバイル機能使ってカメラがほら作れるよねとか、なんか天気予報がちょっとしたコネクタで撮れるでしょぐらいから始めて、その後、シェアポイントのリスト連携に持っていくパターンが多くて、で、モバイルのなんかね、性能を使って、リモートからここでパチパチやったら、ほら、パソコン上にデータ入るでしょ。もう楽だよねっていうところを体験してもらうと、あ、本当だってなってもらえるので、そこからなんかちょっと楽しんで、取り組める方がいいかなっていつも思いますね。はい、ありがとうございます。そうですね、楽しめますよね、パワーアップス。そう。ね、ボタン楽器作ってる人たちもいますもんね。そうですね、楽器作ってる人、ここにもいますからね。そうですね。誰だ。あれ大事。それですよ。大地さん、あれですよね、食べたものを記録するアプリも作ってましたね、そういえばね。そうそうそう。基本そうそう。的に自宅で家族で利用するために、コミュニティやってるようなもんなんで、極論から言うと。そこで楽しさを学んで、
業務にフィードバックっていうのが僕のモットーなうんので、そんな感じですね。そうですパワーアップスでうん平ボタン作ったって書いてありますね。はいはいああ、作ります。へえですね。はいそういうのいいですね。私も実は昔作りました。あとね、連射ボタン、高橋名人ばりの連射ボタンとかあ言って、1やってま分間にしたね何連打できるかっていうのをはいはい。作って、まだオンサイトでみんな集まれた頃にこうね、こう、わーとかって言って、太一さんのスマホ大丈夫かしらみたいな、みんな鬼連打しましたね。やってでもああいうのでスキルアップしますもんね。そうですはいね。タイマーとかね。ゲームも作りましたから。そう、ゲームとか、なんかね、学習意欲が湧くところからやっぱ入らないと続かないな、みたいな。確かに。はい。業務アプリだけじゃないですもんね。さっきのそうそう楽器だけじゃなくて、ゲーム作ってるコミュニティメンバーとかも結構いますもんね。そう。なんかびっくりするぐらいのクオリティですもんね。確かに。そうなんですよ。だから研修でもね、ゲームアプリ必ず紹介しますね。皆さんの楽器とね。そうそんなんできんですねって言われますもん。確かに。そうよって。お、質問が来てますね。そうなん皆さん、結構チャッパト来てワーるので。ページズをぜひ触ってみたいと思いますか？はい、あー思う方。そりゃ、ね、それは触りたくないかっていうと触りたいかでしょう。あれはちょっと衝撃の作りやすさというか、なんかシェアポのモダンっぽくなりましたよね。そうですね。そう、だからあれ、シェアポイントがイントラ向けで、対外向けはパワーページズかなっていう住み分けになりますよね。昔ね、シェアポイントもね、外向きに作れるそうそう、機能というか、あれあったけそう、ど。データ連携とかがなかなか難しかったので、そこがクリアできるところはすごい大きいですよね。そうですね。あと一つ言うとすれば、このタイトルからすると、やっぱり、M365 ユーザーの人が多いっていう中で、その M365 のライセンスの範囲内でどこまで触れるかっていうところが多分皆さん気になるところなのかなとは思いますね。確かに。そう、追加ライセンスとかってなっちゃうと、どうしてもやっぱり触りたくても触れないっていう風になっちゃうのかな。でも対外付けのね、サイトは基本追加料金今までもかかってたからね。でもやっぱ社内のそのアイテムリストとかを管理して、それで注文するってところが簡単にロジックなしで作れるっていうのは、やっぱ結構いいのかなと思いますね。費用対効果大きいですよね。そうですね。あれをなんか、お願いしたらすごいお金かかりそうだな。かかる、設計からかかるもの。セキュリティとかもあるしね。それ考えたら。そう、多分 M365 系から行こうとすると、その 4M365 で使えるパワープラットフォームの、機能の範囲内でまずは触ってみて、で、それで例えば費用対効果が取れるって思って、追加ライセンスの機能が使いたいってなったら、そこでライセンスを追加するっていう流れなので、最初からやっぱいきなりね、追加ライセンスくださいはなかなかね、通らないと思うので、そこら辺がね、やっぱ皆さん気になるのかなとは思いますね。とはいえ、今、まだちょっと私、試せてないんですけど、プレビューですけど、トライアル、使用環境、お試し環境が取れたはずなので、そこであればもう、期間限定とはいえ、無償で対応できるというか、試せるので、そこで試してみて、ガチ開発に頼むのか、こっちパワーページとか使った方が早いのかっていうのを比較してみて、で、なんて言うんですかね、開発を始める前に選択肢が分かれるっていったところがちゃんと実際に試して選択できるっていうのは非常にいいのかなと思いました。はい。これやめましょう。半日、やめましょう。違う。半日喋れるんで。もう半分いっちゃってるからね。そう、バンバン次に行きましょう。はい。次のが、どこだったっけな。パワーオートメイトとロジックアップスの違いはあれですね。ロジックアップスはAzure 側のものでして、で、パワーオートメイトが、365よりっていうイメージですね。で、承認だとか、そういったようなコネクタがパワーオートメイトにしかなかったりしますっていう感じですね。なんで、イメージ的には親戚です。そうです。親戚だし、あとはその大量に実行したいときはもうパワーオートメイトでもう使えないっていうのがあるので、そういう意味だとプロジェクトアップスした方がいいよみたいな、その大容量で処理したりとか、そういったときにはプロジェクトアップスの方がいいかなというのはありますね。そうですね。はい。個 Azure、どうぞ。個人的なイメージとしては、
パワーオートメイトは本当に個人とか周囲がこう使っていく、こう楽しく使っていくみたいな感じで、ロジックアップスはどっちかというと本当になんかガチの業務寄りな感じのイメーそうでジは、すね。あるかなと。運用とかに近いかなって感じですね。はい。ちょっといっぱい来てて拾いきれてないんですけど、パワーアップスを使ってタスク管理と稼働管理ができる仕組み、はいはい。進捗とかも分かりたいよみたいなのを模索している方がいるそうですけども。うーん。まずはスモールスタートなのかなと思います。そうですね。多はい。分、機能ごとに、とりあえず作ってみるから始めた方がいいと思います。なんか、一つにまとめちゃうと、多分結構失敗する要因になるので、一つ一つ分けて作ってもらった方がいいかなと思いますね。最後にそれをまとめてしまうといいんじゃないかなと思います。うんうん。そうですね。ちょっと企業さんのセミナーとかやってるところで、そういったような、タスク管理とコース管理みたいなの、パワープラットフォームだけじゃなくて、ダイナミクスだとか、パワー BI だとか組み合わせてやってるところもありますので、検索いただくと、いろいろと先人といいますか、実際にアプローチされてる方の情報が出てくると思いますので、ちょっと調べてみていただくといいかなと思いますね。あと既存にあるシステムがあるんだと、それをベースに作るっていうのもありだと思いますね。もともと使ってるものをなんか拡張していくっていう考え方の方が、割と成功しやすいっていうのもあると思いますね。あとあれですね、なんか割とありがちなのが、例えばパワーアップスで、アンケートのアプリを作りたいとかっていう話とかもよく聞くんだけど、それはそれは別にいいんだけど、マイクロソフト365の中にも、マイクロソフトフォームズっていうのがあったりとかするので、要件さえ合えば、別にフォームズ使えば、そっちの方が全然簡単に作れちゃったりとかするので、無理くりそのパワープラットフォームを、使おうとはせずに、このトークのテーマがそれなので話してんだけど、365にもたくさん便利な機能があるんで、そっちで全然使った方がいいとか、そういうのはあるのかなと思いますね。そうですそうね。ですね。私もなんかパワーオートメイトで、タスクの登録先を、プランナーに自動登録するとか、そういう連携の仕方とかもするので、持ちは持ちやでちょっとこう、それぞれね、良し悪しがあるので、うまく連携させて使うっていうところもやりたいとこですよね。そうですね。うちも他社さんのプロジェクト管理ツールと組み合わせてますので、そうですね。やっぱり持ち屋ですよ、やっぱりそうですね。それは本当あると思そう思う。はい。私が所属している企業も、問い合わせの窓口フォームズにして、受け付けたやつをオートメイトで処理するだとかっていう自動化だったり、半自動化やってますんで、やっぱ組み合わせすごい楽ですよね、365とパワープラットフォームって。そうですね。そう、だから365とパワープラットフォームを勉強する方は、こういろんなやっぱ製品群のちょっと知識もね、身につけていくというか、こうなんだっていうのをちゃんと理解していけるといいですね。そうですね。そうですね。はいはい。ちょっと時質問が間が、ボンボン来てますね。そうですね。そうなんやばい、やばい。レッドマインと365の何かっていう移管をしたいみたいな話をされてる方がいますが、チケット管理の観点ですかね。ってなると、稲なか田さん。なかそうですね、チケットだと多分、チケットをどう管理していくかってところからのデータ設計から必要になってくるので、やっぱハードル高いかなっていうのと、あと他の外部の人とかの考え方もしないといけないとかもあると思うので、その辺どうやりくりするかっていう、データ設計だったりとか、システム設計しないといけないので、割と結構大変かなと思うかなと思います。なので、そういう意味だと、やっぱりプランナーとか、そういった既存の仕組みとかをうまく活用しながら、インターフェースをパワーアップスでやるとかいう形にするとかが一番、あとマイクロソフトプロジェクトもあると思うので、そういったものを使っていただくでもいいかなとは思います。そうですね。レッドマインの API、ちょっと私が詳しくないんであれですけども、API があって、ちょっと有償ライセンス必要ですけど、カスタムコネクターだとか、で、データが取れるのであれば、その通知だけ Teams にするだとかっていったような組み合わせもね、ありかなと思いますね。はい。はい。いや、ありがとうございます。めっちゃチャットが来ててですね。来てますね。
こんなにいっぱい来るとは。ありがたい。ホロレンズ2からパワーアップスを利用そう。するときのセッション確立までの時間がかかってますが、高速化する方あ法などはありますかとかっていうのこは、れ、これはブラウザによるので、ホーレンズのマイクロソフトエッジの仕様だと思いますんで、そこからパワーアップス先の話なので、やっぱりその辺はちょっとあれかなと思います。なんかパワーアップスのホロレンズ版が出ればいいんですけどね、パワーアップスのその Windows アうプリでですん。ね、そうですね。出ればいいんですけど、はい。そういう意見は多分、しかるべき窓口にはい。フィードバックをしていただくのが一番だと思いま。そうですすね。はい。一応僕、あのホロレンズは一応持ってるんで、試したことは何回かあるんですけど、はい、やっぱ、大変だなと思います。SNS とかでね、ここにボートしてほしいって言われれば、そうですね。日本勢ではいはいっうんてはい。やることもできると思うので、はい。ね。あとは、そうですね。パワープラットフォーム大好きな方が、パワー BI だけちょっと手が出ないって言ってるのは、明日かな。明日にパワー BI のこういう、テーブルトークあるので、そそうですね。ちらにはい。参加いただいた方がいいかなと思います。専門家の話が聞けると思います。そうですね。うんお三方がですね、やっぱ出るので、ぜひぜひ、めちゃめちゃためになる話だと思いますね。はい。ああとあれですね、とは、パワーページズはパワーアップスポータルのようなものと認識しているのですがっていうけど、吉田大輝くんがもうね、個人ブログで発信したけど、パワーアップスポータルがそうですね。一つとして切り出された。そうですね。もともとパワーアップスポータルっていうのがですね、神戸市のあれでもありましたけども、その作ってあったものがあるんで、あれがこう拡張されてよりなんか作りやすくなったっていうイメージですね。最初は本当に結構大変だったんですけど、だいぶこなれてきてるんで、すそう、ごくなんかシェアポイント使ってきてて、パワーアップスポータル結構すごい差があって、作りにくいって思ってたけど、だいぶね、良くなってきそうましたよですね。ね。認証とかもすごくやりやすくなってるので、もうぜひぜひそう。試していただいたらでもいいかなと思いますね。そうなんですよね。365使ってると、やっぱりその365、Azure AD 側のセキュリティにのっとって、そうですね。はい。パワープラットフォームだとか、連携しているものが動くようにしてあるっていうのが非常に強力だと思ってるんで。本当ですね。あとあれですなるね、さっき愛先生もちょっと言ってたし、チャットでね、多分太田さんが言ったのかな、あるんだけど、そう、接続するサービスとかデータソースの方もある程度詳しくないといけないよねっていうのは、このトークのテーマの根幹でもあるのかなとは僕は、思確かにいます。そうだと思そうでいます。すね。そう連携の話ですもんね。はいちょっと試してみるぐらいだったら気軽にいけると思うので、ぜひ試してほしいですよね。そうだって言ったってシェアポイントとかマイクロソフト率もそうだけど、あれだってもうね、ぶっちゃけというかノーコード、ローコードじゃないですか、あれだって。その走りっちゃ走りですよね。そう。で、あっちもポチポチポチで触ってみて、全然ある程度理解できると思うので、ただね、お作法とかってなってくると、また別の話にはなってくるけど、まず使ってみようっていうところに関しては、別に、そう、権限とかどうだろうと思ったら、研修とか来てください。うちやってるんで。言ってください。そうですね。わかんないなって言ったら来てもらえれば。で、その先、困ったら、どっちかにコンサルを頼んでいただければ。はい。僕もうちも箇所やってますんで、教育とかもやってます。ね。はい。そう。入り口はね、簡単ですよね。もう気がつけばあと5分みたいな感じで。そうですね。やばいですよ。本当ですね。ビルドの発表の話もしないといけないんですよ、そういう意味だと。次発表の話とかですね。パワーページズエクスプレスデザインが一応話題には上がったんですよね。そうですね。エクスプレスデザイン、そうですね。手書きのやつをこう画像で取り込んで、キャンバスアプリの画面が出来上がっていくっていう。すごいね。稲友さん、朝試してましたよね。そうですね。もうその場でも試してましたもんね。やっぱ結構、あれはね、ちょっと画期的だなと思いました。手書きの、ね、フォーム作ってみましょうって言えますもんね、まずね。ハンズオンとかでね。それが取り込めるとはすごいなと思いますね。ちょっとね、やっぱり字がとか絵が下手な人はちょっと、もうちょっと頑張らないといけないっていうところは、あったけどね。まだまだプレビューなんで。そう。でも僕結構字汚いの自信あるんだけどって何の自慢にもなんないけど、それでそうやってみてもね、99% ぐらい日本語もしっかり認識してくれてたんで、結構もういいと思いますね。
そう、AI 機能はね、日本語がどれぐらい精度上がってくるかが、私たちにとっては大事ですもんね。そうですね、そうですね。そう、はい。だから今回のあれです、ビルドだと AI ビルダーも結構私は注目していて、シェアポイントも絡むとこですね。そうですよね。個人的にはパワーバーチャルエージェンツのアップデートも結構いいなと思いましたね。今これまそうでで、すね。パワーオートメイト側に全部計算とかお願いしないといけなかったのが関数使えるようになったりそう、とか、パワー FX がね。そうですね、パワー FX 使えるようになるとか、あとなんですかね、Azure のボットサービスの仕組みが組み込まれているので、そういう意味だとトピックのところがコード化できるとかですね、そういったのが結構、やっぱ開発者の人にちょっとお願いみたいなことができるようになったのはすごくいいのかなと思いましたね。ただそういったフュージョンチーム開発ってよく言ってますけども、市民開発者とプロ開発者がコラボレーションするっていうのが、結構今回のアップデートですごく出てきたのかなと思いますね。だからなんかビルドって開発者のイベントってあるけど、昔は本当にガチ開発者ってイメージだったけど、今はやっぱり市民開発者っていうワードが入ってきてるんで、より幅広くね、楽しめるっていうところもあるし、そこら辺のうまいコラボレーションというか、連携ですね、っていうところが大事かなって思うのと。今回のビルドも本当ね、パワープラットフォームめちゃめちゃ多いですもんね。そうですね。あとコラボレーションで開発をどうやってやっていくかって、GitHub 連携みたいなところも含めて確かに。やるとか、あとパワープラットフォームツールズっていうですね、開発者用のコマンドレッドがありますけど、あれのアップデートも入っているので、そういう意味だとパワーアップするとか、パワーアップスページズ、パワーページズかね、パワーページズの環境を持ってきたりとか、そういったこともできるみたいなのが書いてあったので、いやもう本当にだいぶ改善されてるなっていうのはすごい率直。めちゃめちゃ進化してますよね。本当ですね。なんで、ガバタンとかを市民開発者に書いてもらって、ちょっと細やかな JavaScript こういうの入れてほしいとか、そういったところを開発者にお願いするみたいな。そうそう。あと、そういったやり方ですね。連携したいシステムがあって API はあるんだけど、市民開発者だとちょっと REST API とか難しいねとか、あとこのコネクターさえあれば、どっかにつながるんだけどっていう、いわゆるラストワンマイルみたいなところだけを専門家の方に相談して、そこは作っていただく。で、自分たちが使う側は、パワープラットフォームだとか、365を組み合わせて、自分でやれるっていうスピード感だったりだとか、費用対効果も高くなると思うので、物も人もつながるんですよね。そうですね。そういう意味だと、それこそ Azure のバックグラウンドサービスいっぱいアップデート今回回っているので、そういったものといろいろカスタマイズしてもらいながらですね、ぜひ皆さんのプロ開発者のコラボレーションやっていただければいいかなと思いますね。そうですね。組み合わせのね、柔軟性ですよ。さっきも言いましたけど、いや、本当に。これソースコードで全部書いたら、っていう。下手したら半日かかってるのが秒で終わったりしますもんね。やだ。絶対やだ。だけど、本当、もう時間が来ましたね。あと1分。あと1分ですね。そうですね。では、どうしましょう。最後に一言、どうしましょう。私からいきましょう。そうですね。まだまだ明日もビルド続くので、はい。他の開発のところとかお楽しみいただければと思います。はい。では、自己紹介の順番でいきますか。じゃあ僕ですかね。宮園さん。じゃあですね、ビルドのアップデート本当にいっぱいあるので、ぜひですね、いろんなセッションを見ていただいて、アーカイブも見れるので、ぜひ、見返していただければと思います。はい。では、太一さん。はい。もう時間ないので、楽しんでいただければと思います。いろんな意味で。はい。では、愛さん。皆さんビルド楽しんでください。時間ない。そうですね。はい。ということで、あともう13時になっちゃいましたけど、はい。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございます。話足りない。アンケートがあるので、ぜひ回答をいただければと思います。はい。はい。